はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ来てる山ちゃんと申します。今回は Steam で2022年11月下旬リリース予定の面白そうな作品を紹介していきます。11月も中旬に差し掛かり、朝晩寒くなってきたので体調管理には気をつけてくださいね。今月の11月23日午前3時からはオータムセールが開催されるのでチェックしてみてください。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは日本語対応の作品から見ていきましょう。まずはじめにバウンドバイブレイズ。戦闘とクラフトをメインにしたボスラッシュ型のアクション RPG。かつて繁栄していた魔法世界アシュミル。ある日世界を崩壊させる古代の力が解き放たれたことにより、イルシオンと呼ばれる血に飢えた悪魔が出現。イルシオンは街を滅ぼし人々を惨殺し、アシュミルを危機に陥れたが、一人の戦士によってアシュミルに住む部族はまとめられ、イルシオンと戦う組織バウンドが結成された。ゲームはボスラッシュのようなシステム。中央に位置するイルシオンと呼ばれる敵と4つのマスを移動しながら、弾幕シューターアクションのような展開の中で、パリ、ブロック、コンボを駆使した戦闘を繰り広げていくゲームシステム。倒した敵の素材や戦利品を集めることで武器や鎧などをクラフトすることも可能。また個別の攻撃やコンボを持つ3種類のキャラクターや素材の調達、戦闘支援などに役立つペットなんかも登場し、レベルアップすることで進化するとのことです。体験版もありますが日本語未対応です。バウンドバイブレイズは2022年11月15日リリース予定日本語対応の作品です。東方平野古港。ステージクリア型の街づくりシミュレーション。古代中国を舞台にした架空の世界で、プレイヤーは荒野県の長官となって、土地を拡張し、経済成長を促し、より豊かな生活を送れる街を築き上げていくことになります。住民の幸福度にも気を配る一方では、朝廷から与えられたミッションの達成や、国から派遣されてくる審査団の審査にも合格しなければなりません。ステージをクリアすることで報酬や新たな建物がアンロックされていき、様々な難題に立ち向かいながらも理想の都市を目指していきます。また都市の拡張を手助けしてくれる策士と呼ばれるキャラクターが本作の特徴。それぞれに特徴のあるスキルを持った策士を適切な役職に割り当てることで効率的に都市建築を進めることができます。東方平野古港は2022年11月15日リリース予定日本語対応の作品です。サマービル。リンボーインサイドを手掛けたクリエイターによる SF アドベンチャー。物語の舞台は大衝突と呼ばれるエイリアンの襲撃によって人類文明が崩壊の一途をたどる世界。プレイヤーは大衝突によってチリチリになってしまった家族と再会するため荒廃した世界を進んでいくことになります。ストーリー内容は詳しくわかりませんが、人類を滅亡させようと襲いかかるエイリアンと対峙したり逃げ回ったりしながらも家族を見つけ、安全な場所を探し求め世界を旅していく中で、宇宙からの侵略者の謎に迫っていくことになるようです。サマービルは2022年11月15日リリース予定日本語対応の作品です。ブレイブリー&グリード。最大4人で遊べるベルトスクロールアクション。ゲームはアマゾネス、ウォーリアー、ローグ、ウィザード。それぞれが独自の能力やアビリティを備えている4つのクラスから選択してゲームはスタート。強力なコンボやパリ、回避といったアクションを駆使してステージを進んでいくといったゲームシステム。ゲームモードはアドベンチャーモードの他に次々に襲いかかってくるモンスターをなぎ倒す大群モード、PVP である対戦モードも用意されています。メインとなるアドベンチャーモードではソロまたは最大4人で協力して敵を倒しながらステージを進み、最終地点にいるボス討伐を目指します。ステージの道中で手に入るアイテムや装備でキャラクターを強化できますが、アイテムの取得は早い者勝ち。宝箱やレアアイテムは奪い合いとなり、さらには仲間の蘇生中にゴールドを盗むことも可能と、ハウスな展開になりそうなゲームシステムが本作の特徴。体験版も日本語で遊べるので気になる方はチェックしてみてください。ブレイブリー&グリードは2022年11月16日リリース予定日本語対応の作品です。モノクロームメビウス時の大火。和風テイストなファンタジー RPG。
トゥーハート、ホワイトアルバムといった名作ノベルから、歌われるもの、ダンジョントラベラーズなど人気作品を生み出し、ストーリー作りに定評のあるアクアプラスの最新作。物語の始まりは大国ヤマトに属する辺境の里エンナカムイ。この里に家族と共に暮らしている主人公の青年オシトルが、国の依頼により些細な異変を調査している最中、一人の少女シューニャと出会い、亡くなったはずの父親が今も生きていると聞かされます。少女に父親の面影を見た青年は、真実を知るため、地図にない謎の国アーバシュランを目指し故郷を後にするといった物語。ゲームはステージに区切られた 3D フィールドを移動し冒険していくシステム。フィールド上に存在する敵との接触により戦闘に突入するシンボルエンカウントとなっています。戦闘は各キャラクターが攻撃やスキルなどを選択するコマンド入力式の戦闘システムですが、本作は連関と呼ばれる行動順システムが特徴。左上に表示された輪っかの位置により敵味方の行動順が決定し、攻撃で敵をよろめかせたり様々な条件を満たすことで行動順は変化していくなど戦略性のある戦闘システムになっています。本作は歌われるものの20周年記念作品となっており、物語と関連性があるようなので、歌われるものをプレイされている方は色々と考察しながら楽しめるのではないでしょうか。モノクロームメビウス時の大火は2022年11月17日リリース予定日本語対応の作品です。ラパン。可愛いウサギの冒険を描いた 2D プラットフォーマー。公園の地下に住んでいた5匹のウサギが人間による工事のせいで巣を追い出され、探検隊となって新しい場所を求め旅に出る物語。プレイヤーは探検隊の一員である主人公白ウサギのリーベとなって、他のウサギたちと共に様々な場所を巡ることになります。ゲームはシンプルな 2D プラットフォームアクション。リーベを操作してダイナミックなアクションが可能です。素早い動きで飛び跳ねたり空中ダッシュしたりと様々なアクションを駆使して障害物やギミックだらけのステージを進んでいきます。また他の仲間のウサギとの会話を通してウサギたちの過去を知ることができたり、探検に役立つ情報や思いがけないプレゼントをもらうこともあるみたいです。ラパンは2022年11月17日リリース予定日本語対応の作品です。キャット&ザ・アザー・ライブズ。猫視点で描かれる壊れた家族の物語。主人公の猫アスペンの飼い主で課長のバーナード・メイソンが亡くなった後、メイソン一家が故郷の家に集まるところから物語は始まります。プレイヤーは猫であるアスペンの視点を通して謎めいた一族の関係性や過去を追体験し、数十年にわたる物語を紐解いていくことになります。ゲームは3つのチャプターで展開していくポイント&クリックのアドベンチャー。物言わぬ目撃者として家中の様々な家族の匂いを追跡し、家族同士の秘密の会話を聞いたり、猫ならではのいたずらやギミックを使ってこの一族に変化をもたらしていくストーリー重視のナラティブアドベンチャー。キャット&ザ・アザー・ライブズは2022年11月21日リリース予定日本語対応の作品です。クライマースカイズ・ザ・リミット。危険な雪山の山頂を目指す登山サバイバルアドベンチャー。プレイヤーは登山家となり、登山ルートを考えて装備の準備を整え、エベレストや K2 といった世界の山の頂を目指すといった内容です。スタート前はマップを確認して天候を考慮しながら、どの登山ルートをたどり、どの程度の物資が必要かを判断して登山に挑みます。不必要なアイテムは重荷となり、登山を困難にさせるので、事前準備で入念な計画を立てることが重要。山頂までの道のりは長く険しく、上や乾き、体温などのリソース管理が重要で、絶え間なく変化する天候、ランダムイベントなど様々な問題が降りかかります。そういった困難を乗り越え、山頂にたどり着いた時の達成感は最高なのではないでしょうか。体験版も日本語で遊べるので気になる方はチェックしてみてください。クライマースカイズ・ザ・リミットは2022年11月22日リリース予定日本語対応の作品です。シップオブフールズ。最悪アクアポカリプスを止める船乗りアクション。かつて群島を守っていた大灯台も壊れ、近隣の島や海や腐敗が広がり、危険な海域になってしまった。プレイヤーはカエルのような生物トットとなってオンモロ船ストームライダーに乗り込み、アクアポカリプスを止めるべく海に出るといった物語。ランダム生成された海域を一マスずつ進み、戦闘、宝物、ショップなどのイベントをこなしながら進んでいきます。
戦闘は結構忙しく、大砲での攻撃、弾の補充、損傷箇所の修理など、あちこち動き回りながら戦っていくことになります。本作はソロでもプレイ可能ですが、協力プレイを想定したゲーム作りになっているとのこと。体験版も日本語で遊べるので気になる方はチェックしてみてください。シップオブフールは2022年11月23日リリース予定日本語対応の作品です。ガングレイブゴア。東洋と西洋のゲームデザインの良さを併せ持った美しい三人称視点のアクションシューティング。2018年にリリースされた前作からの続編となり、死者を元にして作られた生物兵器である主人公ビヨンド・ザ・グレイブと、そのパートナーである浅木美香がシードと呼ばれる薬物を根絶するため、裏社会の組織に迫っていく物語。ゲームはステージクリア型のシステム。無限の弾を打ち出す二丁拳銃ケルベロスと、単オケによる近接攻撃を組み合わせて、スタイリッシュに敵を叩きのめしていく爽快なアクションが特徴。撃って撃ちまくりで脳汁出まくり、流れるような超絶アクションで敵を粉砕、トリガーハッピーな人は楽しめそうな作品。ガングレイブゴアは2022年11月23日リリース予定日本語対応の作品です。ダイステラ。多人数参加型サバイバル FPS。本作は最大100人のプレイヤーが同じワールドに接続し、崩壊をたどる地球を舞台に生き残るため食材を集めたり資源を集めて基地を建設したりと広大な世界でサバイバルを繰り広げていきます。物語の舞台は地表を焼き尽くす炎の柱テラファイアの発生によって放棄された地球。プレイヤーは崩壊する地球で最も進化したエネルギー鉱物テラサイトを集めるため過酷な環境でサバイバルを行っていくことになります。またマルチプレイを重視した本作はサバイバル要素だけではなく PVE や PVP に重点が置かれ、ワールド内にある特定の施設の制圧やワールド制覇といったコンテンツも用意されているみたいです。ダイステラは2022年11月24日リリース予定日本語対応の作品です。ザ・ナイトウィッチ。美しい手書きの世界を舞台に繰り広げられるハイテンポな弾幕シューティングアドベンチャー。地下に広がる平和な大都市ダンジョニラスが謎のボーゴーレムの軍勢に襲われた。騎士であり魔法使いでもある主人公のレインが故郷を取り戻しウォーゴーレムを操る真の黒幕に挑む物語。ゲームは飛行能力と卓越した戦闘能力を駆使したやりごたえのあるシューティングとダンジョン探索のメトロイドバニア的な要素が特徴。30枚以上あるというスペルカードを使った戦闘やカスタマイズ要素でレインの能力強化も可能。メトロイドバニアと弾幕シューティングといったかなり骨太な難易度な作品。体験版も日本語で遊べるので気になる方はチェックしてみてください。ザ・ナイトウィッチは2022年11月30日リリース予定日本語対応の作品です。はい、ここからは日本語未対応の作品の紹介です。ベンディ&ザ・ダークリバイバル。前作も非常に好評なホラーアドベンチャー。2017年にリリースされたベンディ&ザ・インクマシーンの続編となる本作は、インクの怪物から逃げ回る一人称視点のホラーアドベンチャーです。物語の舞台は放棄されたアニメーションスタジオ。アニメーターとして働いていた主人公オードリーは、ある日突然体全体が黒いインクに支配され、ベンディのカートゥーン世界に引きずり込まれてしまう物語。ゲームは一人称視点で展開。変わり果てた不気味なアニメーションスタジオを探索していくこととなり、インクにまみれた敵との戦いやパズルを解きながら現実世界に戻る方法を探すとともに、荒廃した影とインクの領域ベンディの世界の謎に迫っていくことになります。ベンディ&ザ・ダークリバイバルは2022年11月15日リリース予定日本語未対応の作品です。ゼロシーベルト。終末世界を舞台にしたサバイバルピクセルシューター。本作は Steam Next Fest の体験版だけで75時間以上遊んだので個人的に楽しみな作品です。舞台はポストアポカリプスによって放射能に汚染された架空の東ヨーロッパ。プレイヤーはゼロシーベルトと呼ばれるバンカーに配属されたハンターとなって敵対する人間やミュータントと戦いながら廃墟と化した世界の謎に迫っていく物語。ゲームはランダム生成されるマップを探索し、100以上ある資源をバンカーへと持ち帰り、新しいアイテムの作成や基地のアップグレードを行っていくルーターシューター。
30種類以上の銃と150種類以上のアタッチメントの組み合わせによる銃のカスタマイズや、熟練度によって上昇するキャラのスキルや能力は一定以上になると特徴のある専門スキルを取得できるなど育成強化要素もあります。プレイした印象では日本語未対応ということもあってクエストを通したストーリー性はあまり感じませんでしたが、繰り返し出撃し必要資源を集めて拠点のアップグレードやキャラの強化、銃の強化といったハクスラトレハン要素が楽しく、2階のマップに進み強敵を倒してレアなアイテムを入手するなど不思議と飽きずにプレイできる中毒性の高い作品と感じました。ゼロシーベルトは2022年11月16日リリース予定日本語未対応の作品です。フローズンフレーム。ファンタジー世界を舞台にしたオープンワールド RPG。かつてドラゴンが支配していた古代の土地アルカナと呼ばれる広大なファンタジー世界を舞台に、プレイヤーはこの地を呪い腐敗を広めるフェイスレスと呼ばれる存在に立ち向かっていく物語。ゲームはアクション RPG にクラフトや建築要素が備わったシステム。レベルやスキルといった要素があり、戦士、レンジャー、操作などといった3つのジョブが選択できるみたいです。フローズンフレームは2022年11月17日リリース予定日本語未対応の作品です。Nobody The Turn Around。過酷な現実を体験できる人生シミュレーター。主人公は出身も学歴も運も何一つ恵まれたものを持たないノーバディ何者でもない大多数の一人の人間として過酷な現実に立ち向かっていくことになる物語。プレイヤーは父親の残した膨大な借金を返すため最低限の生活条件を満たしつつこの困難な状況を切り抜ける方法を見つけなければなりません。しかし現実は非常なものであり、早々借金地獄から抜け出せるものではありません。ゲームの目的はお金を稼いで莫大な借金を返済すること。プレイヤーは何も持たない人間である主人公となって、フードと呼ばれるステータスを管理しながら、二足三文にもならない仕事、レンガ運びで日銭を稼ぎ生きていくことになります。もっと儲かる仕事を得るためには、様々な経験を積み、体力や知識を蓄え、無駄遣いをせずコツコツ生きていくこと。キンキンに冷えたビールや焼き鳥の誘惑には気をつけましょう。Nobody The Turn Around は2022年11月17日リリース予定日本語未対応の作品です。オーガンズプリーズ。入選審査シミュレーション。地球滅亡の危機に瀕している人類。プレイヤーは30日間の間に人類を救うノアの箱舟を建造するとともに入選希望者を審査する某入国審査ゲームのダークパロディ版。次々にやってくる入選希望者の能力や健康状態を審査し、入選を許可して宇宙船建造のエンジニアになってもらうのか、それとも入選を拒否して製造資源または食用の缶詰になってもらうのか、救う人類と残される人類の糧になるのかを仕分けしていきます。審査にやってくる人の中には体内に爆弾を仕込んだテロリストもやってくるので注意が必要。地球滅亡がかかる中で容赦のない決断を下していくダークな入選審査シミュレーション。オーガンズプリーズは2022年11月18日リリース予定日本語未対応の作品です。鳥居。独特な幻想世界で描かれるパズルアドベンチャー。どことなく日本で目にするものが多く登場する本作は、アルゼンチンのインディーズスタジオが手掛ける作品です。物語はすでに亡くなってしまったと思われる妹を探す主人公イパが、喋るリュックサックモスビグと共に、奇妙な生き物たちが生息する幻想的な世界を旅する物語。ゲームは見た感じ、風の旅人のような印象。ストアページの記載によれば、現実を切り替えてとあるので、この幻想世界と現実とを切り替えながら物語は進行していくかと思われます。未知の幻想世界、喋るリュックサック、頻繁に登場する鳥居、そして妹ルル。物語を紐解いた先には何が待っているのでしょうか。鳥居は2022年11月18日リリース予定日本語未対応の作品です。イービルウエスト。西部劇風世界観でヴァンパイアハンター。吸血鬼の脅威によって絶滅の危機に瀕するアメリカ合衆国を救うヴァンパイアハンターの戦いを描くアクションシューターです。プレイヤーは極秘のヴァンパイアハンター機関のエージェントとなり、アメリカを救うことが目的。戦闘は激しいバトルが堪能できるテンポの良いスタイリッシュアクションとなっており、主人公は銃や近接攻撃のほか、稲妻を燃料とするガントレットやガジェットを利用して戦うプレイスタイル。
さらに道中で見つけたアイテムで武器や狩猟道具をアップグレードしたり、特殊能力を獲得、進化させることで、新たな能力を覚醒させることができ、電撃で敵を一気に引き寄せたり、迫り来る敵に稲妻を落とすことも可能と、自分好みの戦闘スタイルにカスタマイズする要素も楽しめます。また、ソロ及び何人かはわかりませんが、マルチプレイにも対応とのこと。イービルウエストは2022年11月22日リリース予定日本語未対応の作品です。はい、今回は Steam で2022年11月下旬リリース予定の面白そうな作品を紹介しました。個人的にはゼロシーベルトがすごい楽しみです。配信で少しプレイさせてもらおうかなと思います。今月の11月23日午前3時からはオータムセールが開催されるのでチェックしてみてください。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日でありますように次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。